ランクル76、社外品エアインテークシステム、AFE パワー、モーメンタム GT、コールドエア、インテークシステム、クリーニングやメンテナンスの作業をまとめてみました。型式、GRJK のランクル70専用、AFE パワーのエアインテークシステムを装着しています。エアフィルターは専用オイル紙式、エアフィルターやインテーク関係部品のクリーニングとメンテナンスの作業写真をまとめてみました。見た目は純正品と比べて若干派手な形状ですが、樹脂製なので高級感は、上面には透明の覗き窓があり、中のエアフィルターが見えるようになっています。なお、手前に見える薄緑色の部分ですが、通常はゴム製の蓋で塞がれています。この車はスーパーチャージャー装着車で、より多くの空気を吸い込めるように、ゴムの蓋を外して、HKS 製の汎用エアフィルターを貼っています。これが中のエアフィルター。向かって左が 3000km ほど走行しよう。右が予備で購入した新品です。色が違うように見えるのは、専用オイルの塗布量の差。オイルが青色なのです。スーパーチャージャー装着車は空気の吸い込み量と吸入する勢いが強いので、エアフィルターのオイルまで吸い込んでしまい、3000km でこんな感じに。黒く見えるのは汚れ、エンジンのためにも、クリーニングとオイル塗布は面倒くさがらずに、やらないといけません。AFE パワー、エアフィルター専用のレストアキット、緑色のスプレーがクリーナー、青色のボトルがオイルです。まずはクリーナーをエアフィルターにスプレー、オイルは落ちにくいので、しっかりたっぷりスプレーします。クリーナーをスプレーし終わったら、10分以上置いておきます。10分以上経ったら、きれいな水をエアフィルターの内側からかけて、クリーナーと汚れを流します。水圧は低い方が良いです。洗い終わったら、水切れの良い状態で日陰に置いて、しっかりと乾かします。エアインテークも取り外して、エアフロセンサーを外してから内面を拭いてきれいにします。エアフロセンサーに吸い込んだオイルがついてしまっている場合、私はワコーズの CR で、接点復活剤、ドライ、洗浄タイプを使って洗浄しています。これについては、おすすめをするものではありません。スロットルのバタフライ周りにオイルや汚れがついている場合、私は呉工業のエンジンコンディショナーを使ってクリーニングをしています。これについてもおすすめをするものではありません。エンジンコンディショナーをスプレーして少し置いておくと、オイルや汚れが流れ出てきます。バタフライを慎重に手で動かしながら、きれいに拭き取ります。きれいになると気持ちよいんです。エアフィルターが完全に乾いたら、専用のオイルを塗布します。私はこの作業が一番難しくて苦手。いつもオイルを塗布しすぎてしまい、オイルが垂れてしまいます。でも薄いと、覆う効果が少ないし。少し高額ですが、スプレータイプのオイルもあるので、その方がきれいに塗布できるかもしれません。エアインテークシステムの分解や組み付けの作業は取っていないのですが、見たまんまのものなので省略しちゃいました。なお、このエアインテークシステムはそもそも通常の GR と76、79用なので、スーパーチャージャーがついていなければ、エアフィルターオイルの吸い込みなどは少なくて、メンテナンスの頻度も長めで良いと思います。以上、ご視聴ありがとうございました。